麺大盛り冷やしぶっかけたぬきそばです。公式ページでは麺は粗挽き細挽きのそば粉を使用し、そばの風味としなやかなのど越しを味わえる商品です。具材は揚げ玉、紅生姜、青ネギを盛り付けましたと紹介されています。歯ごたえとのど越しは明らかに美味しくなっていると思いますが、公式コメントのそばの風味についてはあまりよくわからなかったというのが正直な感想です。もちろんコンビニ他社と比べると頭一つ抜けた美味しさであることに変わりはありません。別添えのわさびを使用せずに食べていても、キレのいいそばつゆと下手な出前のそばよりも明らかに美味しい状態を維持したそばの組み合わせは非常に満足感が高い商品です。ちなみに私は七味派なので自宅の七味を使用しました。かけつゆはざるそばに付属しているつけつゆと異なり、だし感を少し抑え気味に返しの風味を前面に出すことですっきりとした味わいに仕上がっています。付属のかけつゆはほぐし水の役割もあるので、具材をのせる前にそば全体になじませましょう。税別470円は大盛りであることを考えればコスパも十分です。セブンのそばの満足感は当面安泰のようです。おすすめです。ホタルイカときゅうりのからし酢味噌和えです。公式ページではホタルイカ、きゅうり、わかめにからし酢味噌をかけて食べるおかずにもおつまみにもなる仕立てですと紹介されています。おつまみにもなるというか、おつまみに全振りした一品です。からし酢味噌がおつまみ仕様で、上顎がピリつくくらいにからしがしっかりと効いています。それでいて味噌のうまみ、鼻に抜けるみりんの風味、甘酢仕立てのマイルドな酸味、おつまみとしてはほぼ満点です。これはラッキーな個体差かもしれませんが、ホタルイカの目が取り除かれていたように思います。料理屋さんで食べると外して出してくれるところが多いですが、コンビニのホタルイカでは私は初めてのような気がします。ホタルイカ独特の食感と磯の風味をからし酢味噌で味わいながら、きゅうりの水気と香味で口の中をさっぱりさせてお酒をいただく。これからの季節、冷酒やビールで間違いないでしょう。おすすめです。しみふわ食感フレンチトーストいちごソースです。公式ページでは卵のコクとふんわりとした食感を感じられるフレンチトーストの上に果肉入りいちごソースをかけましたと紹介されています。セブンのフレンチトーストには菓子パンカテゴリーのものとスイーツカテゴリーのものがあるようです。ちなみに今回はスイーツ扱いです。売り場もスイーツの冷蔵棚に置かれています。昨年末発売のしみふわ食感フレンチトーストプレーンのいちごソース版ですね。温めても美味しいのですが、今回は冷やしていただきました。冷たくてもふわふわです。プリンを食べているようなミルクと卵の甘みが口の中いっぱいに広がります。酸味の強いセブンスイーツ仕様の果肉入りいちごソースがたっぷりかかっていて、飽きることなく食べ進められます。この定番のいちごソースは果肉入りとは言っても、いわゆるプレザーブスタイルとは異なり、おもちゃのルビーのようなキャンディーレッドのゼリーの中に果肉がたっぷり入っていて、酸味がレモン果汁で強化されたサイボーグのようないちごソースですが、軽やかに洗練された酸味と甘みでセブンイレブンならではの重すぎないスイーツ感を演出していて、私は大好きです。税別270円でコスパも申し分ないのですが、カロリーは336キロカロリーで糖質量が 49.3 グラムです。ダイエットにはあまり向いていない商品かもしれませんが、おすすめです。麻婆豆腐&チャーハンです。公式ページではひき肉が豆腐とよく絡む麻婆豆腐に香ばしいチャーハンを組み合わせた食べ応えのあるお弁当です。
と紹介されています。しっかり辛い麻婆豆腐です。ヒリヒリくる唐辛子の辛みと舌の側面がしびれるような山椒の辛みもあって、辛いもの好きの私には嬉しくなる仕上がりです。チャーハンは粒立ちの良いパラパラチャーハンで、味付けは塩鶏ガラ系のやや塩味の強い仕上がりです。どちらも必要以上にニンニクを強調していないので、ボリューム系のお弁当としてはお昼ご飯でも安心していただけます。麻婆豆腐のお豆腐は絹ごしです。そしてなぜか日本の赤味噌のような香りがします。原材料名には甜麺醤の表記しかありませんが、ごま油や砂糖の香りと混ざって似たような香りになったのかもしれませんね。鶏ガラスープよりも味噌がかなり前面に出た仕上がりです。辛みがかなりはっきりしているのでご飯が進みます。特に後半は白いご飯が欲しくなりました。熱量は812キロカロリー、糖質量はなんと3桁 107.4 グラムです。おすすめです。セブンプレミアムゴールド金のビーフカレーです。公式ページでは加熱前に塩、砂糖、スパイスなどを溶かした溶液に牛肉を漬け込むことで香りよく柔らかい食感に仕上げたビーフカレーですと紹介されています。2分30秒のレンチンで仕上がるカレーです。一口目からチャツネと玉ねぎの甘み、小麦のコクを感じる欧風カレーです。業務用カレー缶特有の香りの構成に似た仕上がりです。香味野菜が溶け込んでいて、牛肉だけが具材のカレー缶、あの独特の風味が好きな人には間違いなくヒットする一品です。見た目よりさらっとした仕上がりです。個別のスパイスとしてはクミンがほのかに香る程度でエスニック感はありません。具材としては2センチ程度の牛肉の角切りが4切れほど入っています。かなりしっかりした食べ応えのある肉で、そのうちの1個が筋の部分でしたが、ゼラチン質がトロトロに煮込まれていて口の中でとろけていきました。それだけで何か美味しいものを食べたように感じてしまう私は大の業務用カレー缶好きです。税別398円で購入できるカレーとしては食べ応え、満足感はかなり高いです。レトルトではありません。賞味期限は短く要冷蔵です。購入の際はご注意ください。おすすめです。さて、今日のおすすめの一品はシミふわ食感フレンチトーストいちごソースです。昨年に販売されたシミふわ食感フレンチトーストの2026年バージョンでいちごソースがつきました。個人的にはこのいちごソース推しです。温めても美味しいですが、これから夏にかけてぜひとも冷やして食べてみてください。強くおすすめします。